40過ぎて独身なパートナーもいなかったら孤独になる、なりますか？で周りどうなんですか？僕は50代でも独身の方結構いらっしゃる。いますよ。で友達で独身のままの、人はいますけど、僕は結婚しろよって言ったことないですし、だってそれで楽しそうやから、なんかその楽しそうなのをこうちょっと奪うんがあれやねんけど、でも心の中で結婚したらええんやで、ええことあんねんでとかっていうふうに思ったりもしますよ、人間やから。やっぱりね、自分が今生きててそれを満足してるのをより満足感感じたいから、その状況を人にもやらしたくなるんですよ。なるほど。俺今幸せやな、彼女できて幸せやな、お前も彼女作ったらええねんって言いがちなことじゃないですか。なんかそれと一緒で、だからついついこうおすすめしたくなるんですけど、ほんま人によるんでね。特にこの業界で、特に芸人さんだと浮き沈みの激しい世界で、お金の面とかももちろん心配させるじゃないですか、相手に。それでも結婚は進めたい。僕はでも矛盾するんですけど、これ見てる人で女性がいてて、もし若手芸人とかコンパで出会って、ちょっと好きになりかけてる人は、それはやめといてください。それはダメなんですか？もうなんで大変やからほんまた夢がどうとかやなくて、もう売れた人と出会ってるんやったらいいけどね。ほんま大変なんで。芸人さんと結婚されてました。でも私はその旦那さんは54歳までずっと独身だったんですよ。54年間すごい楽しく生きてきたと思うんですよ。で別になんか自分はいずれか結婚するだろうなっていうなぜか自信があったらしいんですけど、でもそんな結婚絶対したいみたいなタイプでも多分なくて、なかったよね、山さん。だけどやっぱその結婚前の映像と見返すと肌ツヤが違いすぎて。それ何か西野さんがメイクを教えてあげたとか、スキンケア教えてあげたとか。スキンケアちょっとなんかやってあげたりとかもありますけど、でもそんななんか毎日やってあげるわけでもないけど、やっぱ多分幸せホルモンが出てるのかホルモンね、ホルモンだと思うんですけど、セロトニンじゃない？セロトニンセロトニンが出て若返ってるし、多分だから50代頭の時、今56歳なんですけどの方が老けてるんですよ。でなんか顔色もなんかちょっと感じ悪そうな顔色してるし、でもなんか今すごい艶やかで、なんか結婚してこう幸せになってるから見た目にも出るんだなっていうのは実感してます。特に感情って山本さんって顔に出るタイプなんですか？感情ですか？思ったことがすぐ顔に出るタイプですか？でも分かりやすいかもしれない。分かりやすい方ほど顕著に出るのかもしれませんね。幸せだよっていうのも。そうかもしれない。だからちょっと恥ずかしがり屋なんで、なんかすごい幸せだとか言わないけど、やっぱ周りが全然変わったねって、あと性格も多分めっちゃ丸くなったと思います。だから雰囲気も柔らかくなったと思うし、結婚して相手によって影響されやすい、より影響されやすい方かもしれませんよね。のかもしれないし、それがたまたま多分そういう柔らかくなったり肌ツヤが良くなる相手と結婚できたっていうのも、自分で言うのもあれですけどのかもしれないし、その相手が例えば結婚する相手がすごい合わなくて、実はすごい苦労して肌ガサガサになっちゃう人もいるから、その正解な結婚っていうのはね、なんかうまくいかないパターンもあるけど、うまくいって幸せだった場合はこう体にも出るぐらい幸せホルモンは出てるんじゃないかな。それはでもみきちゃん想像してよ、男の立場で、めっちゃ自分より若い人で女の子で自分のタイプでめっちゃ好きになった子をめっちゃ口説いて振り向いてくれて結婚できて、それはホルモン出まくって確かにそれはもうだからもう山さんはもうそれだけでも大成功やもんね、人生ね。だから多分孤独パターンもあったと思うんですよ。あったよ。だけど、結婚してよかったなと思ってるとは思いますけどね。僕ね、でもね、社会やから、ギブアンドテイクって言葉あるように、ギブとテイクがあって、人ってこうなんか、いろいろとこう人間関係できていくじゃないですか。それが逆転したりとか、やってもらったりやってあげたりを繰り返してやっていく。それの最大のパートナーが妻やったりとか、配偶者やったりするじゃないですか。でそこに喜びを感じるっていう、ことなんですよね。で石原さんは逆に
俺全くね知らないからあれなんですけど、結婚とかしてこうなんかそのギブアンドテイクのこうお互い一緒に積み上げていきたいっていうところは、何も思わないけど、友達とか同僚とかとはそういうことを常日頃からしてるんやったら、それはそんで俺孤独でもないし人生楽しいやろうなと思うんですけど、俺そこも何もなくてただひたすら自分のためだけに生きたいんだっていう人やったらちょっと2人きりでゆっくり喋りたいんやけどもちろん友達もいますし、要は自分の好きに友達に会えるしっていうところとか、仕事なので当然そこはギブアンドテイクでやっていくところなので、僕はそこは仕事はね、を夫婦に見出してないというか、仕事に見出してるところですね。仕事はそうじゃないですか、はいギブアンドテイク、はい逆の時もあるしそうやけど、じゃなくてその損得じゃないところでなんか友達のために仲間のために俺こういうことして俺なんかすごい、なんかいい時間過ごせたとか、そういう喜びをちゃんと感じながら生きてはんのかなと思って、もしかしたらそこが俺欠落してんのちゃうかなと思って。友達のために何か仕上げたっていうこととかも、そんなにないかもしれないから、そこに喜びはやっぱり見出せない。なるほど。独身の方が全員ちょっとドライな考えかと思ったらメリチャムさん違いますよね。特に友達めっちゃ大事にしてそう。めっちゃ大好き、ギャルそんな感じだからミリちゃんもそれ溢れ出てますよ。わかりますよ。ギブアンドテイクの塊みたいな、めちゃめちゃギブしてなんかテイクももう受け取らないぐらいなイメージですけど、みんなそのスタンスです。ギャルが先輩から教えられたことをこっちで返すんじゃなくて後輩にやってあげなさいっていうタイプなんで、ご馳走してもらったらそう下にご馳走する、そのタイプなんでちょっと違うなーって思いましたね。エイジさんも今独身ですけれども、別に友人関係とか良好ですか？めちゃくちゃ良好ですね。多いわけではないんですけど、密がすごい濃いです。なんか友達のためにしてあげることとかあります？難しい話になっちゃうんですけど、友達の家系がすごい虐待されてる家系で、それで例えばお家に帰れなくなったりだとか、急にお母さんがドアを蹴って殺ってなったりとか、そういう時にはやっぱり助けたりはしますし、その分自分も家庭環境はあんまり良くないので、助けてもらうことはありますね。やっぱり木本さん、こういうギブアンドテイクできる関係が友人同士にもあれば、特に別に独身貴族でもいいと。やっぱりそれを幸せに感じた方が絶対幸せやなって、そこは堅くなには思うんですけど、いやもうでもやっぱり世の中ってほんまにテイカーの人が多いから、ほんまに多いじゃないですか。でそれで俺は一人で生きていくんだとかっていう人も、たまたま俺周りに何人かいてて、結構そういう人には俺いう話はしたりするんですけど、だから石原さんがそういうタイプじゃなかったらいいのになと思って、それはほんまに寂しすぎるからね、求めるばっかりの人、だから友達と会う時も会いたいから会うっていうのは素敵な感じやけど、向こうが会いたい時に自分の時間割いて会うような性格なのかどうかとか聞いてみましょう。どうでしょう？基本自分の用事を優先します。自分の予定崩されるの嫌やね。そうなんですよ。自分の予定を絶対崩したくないんですよ。そこベースなんですよね。だから空いてる時間に別に会うのはいいんですけど、自分のペースは乱したくないんですよね。例えばその自分のペースを乱さずにいいよって石原さんの好きなことは全部やって、それで了承した上で結婚したいっていう相手がいたら、それはそれでいいんですか？結婚して要は結局さっきも言った我慢しなきゃいけないっていう場面出てくるじゃないですか。その我慢がもうストレスなんですよね。なるほどね、そこがガチガチに固まりすぎててどうかなとは思います。なんか考え方とか出会ってないだけで出会ったら本当に変わる可能性だってあるし、そういうところを受け入れようとしてないのがちょっとどうかなとは思っちゃいます。確かになんか山本さんはもともと独身の時結婚しても同じ家に住みたくない派だったんですよ。結婚したら同じマンションで違う部屋に住みたいで一人の時間が欲しいからって言ってたんですよ。で私それでまだ付き合うとかない時にそれ聞いててみたいな、それ家族じゃないじゃないですかとか言ってて、そういうタイプだったのにいざ付き合ったら毎日一緒にもうぶっ飛ぶ高速で帰ってくるみたいな風になるぐらい、やっぱ人の価値観が一気に変わってたから、だから今絶対自分の軸をずらしたくないっていう一人だからそう思うけど、もしかしたらそういう風な考えが変わるパターンもある
のかなとは思いますね。でもシンプル別居婚もありじゃないですか。全然別に私の周りめっちゃ多いですまあけど。別にそうもう結婚にこだわってないので別に結婚したいと思ってないしっていうところなんですけど、離婚するリスクも絶対あるので、ってなったらそのリスク回避するためには結婚しないっていう選択っていう慰謝料のこととかそうめんねどくさいんですよねお金かかるんじゃないのって誰に聞いても結婚する労力より離婚する労力の方がめちゃくちゃ時間かかるし労力もかかるって聞くといやもうストレスしかないじゃんと思って、でもなんか結婚する人ってみんな離婚するのを覚悟した上で結婚してないと思うんですよ。なんかそう離婚のこと考えてなくて、多分この人が好きで家族になりたくて結婚するから、そこまでなんかそんな離婚後のことを考えてたら先には進めない。その考えがあるから結婚しないできないしないんだろうなということですよそこの前提自体を崩さないとどうしようもないなとは思ってて、はい35歳ですよね、石原さん。知らないことを正当化しないでほしいなとは思います。ああまあまあその考えもねだからありますよ。だから結婚したっていうのは結婚してない人より経験してることがあるから、その部分を否定されると一回やってみたらええやんとは、まあ思いますよね。石原さんも、はいあそこまで堅くなにそうやって思ってんねったら俺それでいいですやんって思うし、堀さんも今結婚幸せやと思ったらそれでいいですやんって思うんですけど、じゃあ僕正直 A とお二人 A、B どっちなりたいですかってどっちもなりたくないんですよ。真ん中ぐらいがいいんですよ。結構極端ですよね、極端やから、なんかどっちもええとこあるけど、で俺石原さんにもしよかったらめちゃくちゃ好きになれる人現れたら自分どうなるかわからんよなっていうワクワクした気持ちだけ残しといたらどうですかねっていうのはあるんですけど。確かにどうなるんだろう。意外とめっちゃめっちゃおもろいよめっちゃデレデレになっちゃうかもしれない。別居なんかしてる場合じゃないって言ってお風呂も手で洗わなくなって何でもいいよって。いや何でもいいとか無理ですね。無理。無理ですね。何でもいいとか無理ですね。だから堀さんやっぱり石原さんちょっと独身の中でも考えがちょっと固まっちゃってる方の独身のタイプですかね。そうですね。多分独身で一人でいる時間が長いと、はいなんか考え方思考自体が他者を受け入れなくなってしまう固まってしまうホールドしてしまう、なんかこういうのはどうにかした方がいいと思います。問題だとは思います。特に40代50代になってもう自分の意見が合ってると人の意見を受け入れないと。受け入れた方がそっちも幸福度は上がると思うんですけどね。そうですよね。で自分は違うと思ってしまいがちなんですよね。頑固にならないようにそうですね気をつけていかないといけないですね。意見は柔軟に受け入れてもらえたらなとは。エイジさん結構極端な2人で登場でしたね。堀さんに伺いたいことがあるんですけど、石原さんは自分で生きる力がすごいあって収入もあって結婚をしても守れる力があると思うんですけど、家族をもしお金がない人がいてだけどそういう意図で結婚をしないって言ってる人がいたらどういうアドバイスをするんですか、堀さん。お金がないからこそするべきだと思ってて。どういうことですかそれは。日本での結婚とかって昔となんか定義とかも変わってきてると思ってて、結婚して2人で家計を助け合っていく、そういう認識にしないと独身の方が1人でお金も自由だし楽だしいいってその先の未来を考えられないだけでどんどん不幸せに向かっていってしまうと思うんですよ。そこをちゃんと考えてほしいなって思います。悪循環じゃなくて助け合って生きていこうっていう意見もね。お金ない人とは結婚したくない。まず相手が、もう結婚のテーマにちょっと1時間ぐらい討論してますけどやっぱ決着がつかないですね。ねえ永遠の課題なのかもしれません。お時間がそろそろ迫ってきましたので、今日の感想を皆さんに聞いていこうと思います。ミリチャムさん。初の続編となります。浮気してるんだから田原さんの子供なのか徳田さんの子供なのかどっちの子供かわからないじゃない。沼田さんと浮気した事実は全くないんで、結局徳田さんは浮気してないはい。わけですからね。沼田さんから今誘われてたっておっしゃいました。そうですね。一方的に誘っていうか遊びの誘いはありました。ないです。私から別に迫ってないし。私で今お持ちで、はい、持ってます。でもまだご覧になってないんですよね。そうです。はい。これ私が読み上げていいんですか？はい。じゃあ読み上げます。鑑定依頼者の田原樹は非鑑定胎児の生物学的な父として
構ありますね。どういうこと？それこそどっちも意見が凝り固まりすぎちゃって、なんかどっちつかずというかあれでしたけど他人の意見って大事ですね。そうですね本当に、うちの父親なんて、結婚してますけど俺が正しいっていうタイプなんで、結婚しても多分そのタイプになる人だと思うんですよ。結婚しなくていいんじゃないかな本当にって思います私は。続いて木本さん。はい、いやほんまに石原さんももう別に結婚しなくていいと思うんですけど、堀さんも幸せに結婚生活やればいいと思うんですけど、隣の人が頼めてる料理も美味しそうやなって言えるような人生の方が幸せですよって思いますけどね。なんか変な感じになってます。視野を広くしてなんかそれはそれで美味しそうやなってなんかこう言うた方が、じゃないともし将来やっぱり結婚したいって言った時、これ一応画像残るから俺はこれ結婚否定してるからちょっと結婚したこと隠さなあかんなっていう時来るかもしれんしね。結婚自体は別に否定してるわけじゃないので、結婚してる人は別に幸せだったらそれで僕それでいいよね。それでいいじゃないですかと思って。僕はしないって。そう僕はしないっていうのを無理くり曲げるっていうのが別に良くないですかって思ってて。本当に頑固。もう討論終了しておりますので、感想を聞いていきたいと思います。そうでもいろいろあり、僕どっちの意見も分かるんですけど、僕はとにかく結婚してよかったなって思ってます。生まれ変わってもまた結婚したいと思ってます。今の奥さんと。はいはい。選択肢はいろいろあると思います。今の奥さんとでまとめといたわ。奥さんですめっちゃいいな、素敵だなってなりました。さあ続いて西野さん。はい、でもなんかこう今日討論聞いて、やっぱ人それぞれ幸せの感じ方とかって全然違うなと思うし、結婚したら最高に幸せな人もいるし、一人でお金を稼いでやりたいことやってるのが最高の幸せの人もいるなってすごい実感したんですけど、石原さんがちょっともう本当に沼にはまっちゃうぐらいの女の子に見つけてデレデレになってとか見たいなってすごい思いました。もし好きな人できたら教えてください。ないと思いますけど。さあ続いて新栄一さん。僕は独身貴族というか独り身の時の気持ちもすごい分かりますし、パートナーがいる幸せもいる時の幸せも分かるんですけど、本当ご一緒で石原さんが沼っているところを見てみたいです。本当高速爆速でやったりとか、もう仕事3ヶ月放棄しちゃったりとかもう恋愛しかできない今はっていうところがあるなら本当僕も知りたいです。そんなやつ振られるけどね。そうなんですよね。仕事しろってなりますね。でこうしてたくさんのアドバイスいただきました。お二人にも最後感想を聞いていきたいと思います。石原さん。今日話聞いてみて、やっぱり結婚めんどくさいなと思ってて、一人の方が楽だし、やっぱり自由に生きていきたいっていう考えがやっぱ変わらないですね、やっぱね。でも女の子のことは好き。女の子のことは好きですけど、合わせるのがめんどくさいんですよね。そして堀さん。パートナーがいることの幸せもあるんだよっていうことは絶対分かってほしいなとは思うんですけど、ガチガチになってしまうのが何よりいけないことなんだな、自分もあったのかもしれないですけど受け入れていきたいなとは思いました。本日も皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。